よしきです。ももこです。はい、前回結構黒歴史系がなんか皆さんコメントいただいたんで、はい。それで私思い出しました。思い出しちゃった。黒歴史といえば、うん黒歴史ではない、個人的にはすごくいい思い出だったんだけど、うん。そんなのありかなみたいなはいはい。あるじゃん。ありますね。初デートっていうか初の映画デートでうん。見たの覚えてる？覚えてます、もちろん。覚えてます覚えよ。てますか？デトロイトメタルシティを初デートで見たの。見ました見。たね。あれ付き合う前だ。微妙な時だったんだと思う。付き合ったばっかりか、付き合ってる？でも気にしてるなんかうん気を使ってた記憶があるから、多分付き合ってないんじゃない？あ、そうかも。微妙な時期じゃない？うん。なんかそうなんだよね。確か距離感としては超微妙な距離感だった気がする。はいはい。で友達っぽいけどなんかちょっと好きかもみたいな感じ。恥ずかしくなってきちゃったじゃああの感じの時の映画チョイスむずくない？めっちゃむずいね。うん。むずくない説はない？ある。距離の縮め方とか微妙に。うん。でもなんか私はYOSHIKIに合わせてこの映画にしようって思ったわけじゃなくて、純粋に見たかったのよ。あ、そうなんだ。お腹の底から笑える感じがあったんですよね、私の中で。俺でもね、なんか知ってたんだ。何が？デトロイトメタルシティ。いや全然知らなくてでなんかテレビかなんかでその実写化されるよって、実写映画化されるよって見て、うん、しかも主演が松山ケンイチさんか。そうそうそう、ね、クラウザー様を演じるってことで、これは見なきゃいけないと、うん、そうだね。思って。もう前情報として、うん、デトロイトメタルシティが映画でやってるのは知ってた？そうそれは知ってた。んだ。話題はあったのは知ってたんだ。そう知ってた、うんうん、確かそうだよね。でもなんかどうだったっけなと思って、うん、映画を見に行った時にデトロイトメタルシティを見たのは覚えてるんだけど、うん、あれなんかデートに誘われたんだっけ？多分なんか場所も覚えてる。川崎のチネチッタ、チネチッタね、に行ったんだよ。そうでチネチッタで集合じゃなかったっけ？だったかもしれない。俺だってその前に上州屋に行った記憶がある、釣り具の上州屋に。そうか、近くにあった。そうか。近くはなかった気がするけど、まだ時間あるからと思って、そうか上州屋行こうみたいな、探した記憶があるから、多分そうじゃないかな。待ち合わせたと思う。どこだろう、駅前とかじゃなくて、多分ラチッタデッラってその現場ね、のそばで待ち合わせたような気はする。で私も、中の、なんか雑貨屋さんとか見て回ったような気がするから。そうそう。じゃあそうだね。そうか。現地集合、現地解散だった可能性もあるよね。覚えてないのよね、前後をちょっと把握してないので、とにかくデトロイトメタルシティを最初に見たのは覚えてる。覚えてる。なんか他にもいい、なんだろう、ちょっとこうデート向きの映画もあった気はすんのよ、恋愛映画的な。もうね、俺はデトロイトメタルシティ見たいけどなと思って。そんな雰囲気だったでも何も言わないよ。でも映画デートだし初めての、デトロイトメタルシティはないかと思って、何見たいか一応聞いてみようかなと思ったら、すぐにデトロイトメタルシティマジかよみたいな、そう本当にみたいな感じで言った記憶があるけどな。気使ってくれた？いや見たかった。そっか。でも一人で見に行くのはさ、あれじゃん。何？ね、デトロイトメタルシティを一
人で見に行くのは確かにちょっとね、確かにね、だからちょうどいい距離感だったのかも。そのお友達としてそうねでも他の女のお友達は誘えないじゃん。まあね、ちょっと分かんない人のためにデトロイトメタルシティの説明をしたいんですけど、はい、ご存知の方は多いと思うんですけど、松山ケンイチさんが主演だった映画で、ちょっと普段はしがないシンガーソングライター、でそのデスメタルの格好をするともう悪の帝王みたいな、もうカリスマのそのメタルの神みたいな扱いを受けるっていう主人公がいるストーリーなんですけど、それがまあちょっと結構お下劣で、ちょっとここでは言えないような YouTube でバンされてしまうような表現になってしまうワードとかがあったりとかね。そう、コンプラ、はい、ピー音がいっぱいっていう感じ。そうですねそういう映画なんですね。はい、ぜひ皆さん一回見てください。見ていただければわかると思います。デトロイトメタルシティ。進めていいんですか？進めるのはいいと思いますだからヨシキは、デートの時、映画デートの時って映画デート、相手に映画を選んでもらう人なのか、自分でこうリードする方なのか。まず映画デートに行かないうわ誘われたら行くかな。映画行こうって言わないね。あ、本当？あ、そうか。あんまり記憶にない。でも私が誘う方かもね、いつもね。そうかな。そんなことないか。でもなんかもう、あなたと付き合ってからエヴァ見に行こうとか、ゴジラ見に行こうとか、だからその程度しか見たい映画がないですよ。もうとにかく新エヴァンゲリオン、新章のエヴァンゲリオンと、あともうゴジラとガンダム、これ以外は見に行かないんで、はいあとジュラシックパーク系ね、もう幼稚園の時から多分変わってないぐらいの頭の出来なので、脳が幼稚園から変わってないので、そんなのしか見ないと。最近エイリアンを見ました。エイリアンシリーズを、素晴らしい。素晴らしくはない女性と見る映画一個もないからね。でもなんかエイリアンとかだと、うわキャーとかってなる。ちょっと来ないでほしいですなんでよ。人がエイリアン見てんのにゼノモーフが来る、いつ来るか集中してんのに黙っててもらっていいですか怖いって言われたいとかじゃない。全然ポップコーンでも食べててほしいですね。バリバリ食えるかっつうのウケる、そうなんだ。見には行かないんだけど、見るときは集中したいんで。そうかそうか。たまにこうなんか今の見たみたいな感じで目配せするのはいいけど、基本見ない。確かにそうかも。あんまり食べ物もね食べないもんね。食べない。飲み物ぐらいか。ポップコーン食ってるとずっとポップコーン食っちゃうから集中できないんで。ポップコーン食べたいなってなっちゃう。そうか。いつもね何も食べないもんね。でもなんかあれだよね、多分映画好きな人はさ、多分いろんなジャンル見たり、こういうの好きみたいな結構性格出ると思う。性格というかその人の人生が出ると言ってもいいじゃん。確かに映画って、俺らの人生デトロイトメタルシティだそれもちょっと言い過ぎかもしれないけどでもこうアクション系が多いかな。まあ確かに、確かにね。そうですよね。なんかそのエンターテインメント、バリバリエンタメの映画が多いなっていう感じ。わかりやすいやつだね。わかりやすい。それはもう全然私のせいだし私がそういうの好きなので。でもなんか結局似たようなの好きだったよねっていうことでいいんですよね。確かに、そうかそうか。すごいストーリーフルな、ハートフルな映画見られたりしますか？数えるぐらいしかないです。映画館にわざわざ行ってハートフルな映画見たっていうのないかも。DVD とか、そのアマプラとかね、ああいうサブスクで見ることはあるけど、映画館でお金払って見た映画で感動系はないかな。全部アクション映画。
やっぱりちょっとアクション系がないと見に行こうとはわざわざ思わない、思わない。そうだね。バリバリのなんかそのアクション以外で初めて見たと言ってもいいかもしれない。俺は撮影を今 P 入れた方がいい。そうだそうだ、それ P ですね。 P ですね。そうですよね。クラウザー様がね撮影いいせよとF ワードがすごくて、とにかくもう初っ端から笑ってたもんね、とか言って2人でね、もうこれはね、いやすごいよ。ゆるふわシンガーソングライターが、そのデスメタルの悪の帝王だよ。悪の帝王ね。なっちゃうって、そっちが本物みたいな。なんていうの。そうね。本人はゆるふわのシンガーソングライターをやりたいんだけど、才能を爆発させたのはデスメタルの方だったっていう。人生往々にしてそういうことあるよね。あるよね。やりたいこととさ、人が求めていること違うよねみたいな。それはすごくなんかグッときたのよ、私。そうなんだ。でも確かにそうかも。なんか俺らもさ YouTube 何チャンネルかやってるじゃん。はいはい。なんか一番面白かったみたいなのがさこれなんだよね。それな。ただ喋ってるだけなのに、なんか面白かったよって言われるのこのチャンネルなんだ。いろんな方から見てくださった方から良い反応をいただいたのがこのチャンネルが多かったんですよね。ありがたいことに。ありがたいことにね。本当にただ喋ってるだけなのにね。ヨシキさんは、本当は一番やりたかったことは何ですか？一番やりたかったこと？やりたかった YouTube ですか？そうですそうです。なんかいろいろやってはいるけれども、1個はシャンプーソムリエのチャンネルやってるじゃない。はい。でもう1個は釣りのチャンネルやってるでしょ。でもう1個は直子さんの芸者のチャンネルやってる。はいはい。でこのチャンネルやってるでしょ。一番なんか人の役に立てるかなと思ったのはシャンプーソムリエのチャンネルで、美容関係だよね。そうですね。すごい本質的な話。はい。もっとこうした方がその髪とか頭皮にはいいんだけど、みんなちょっと本質的なところにあんまりこうなかなか話が入っていかないぞと、興味ないのかと、届きにくいというか。そうね。なんかそういうのはちょっとジレンマというか。あるんだけどね、人に役に立てそうだなっていうのはそれかな。俺は。なるほど、ありがとうございます。なこさんやってて面白いのはどのチャンネルですか？一応全部には出てるじゃん。やってて面白いのは全チャンネル出てるのあんただけだから。シャンプーソムリエは出てないね。出てないです。そうか、やってて楽しいのは、それは私喋るの好きなのでこのチャンネルが一番、やっぱやりがいがあるなとは思いますけど。確かに全然役に立たないこと喋ってるから気使わなくていいしね。いやそうなんですよね、やっぱり芸者チャンネルは、その後世につないでいくっていうその伝統芸能をね、伝えていかなきゃいけないっていうプレッシャーとか、プレッシャーあるよね。その正しくというかね、その正しく、諸先輩方もね見る可能性あるわけだからね。そうです。だからそのクオリティを、担保したまま続けていかなきゃいけないというか。そうですね。だからそれがちょっと緊張するよね。緊張するよね。もうあの時はもう桃子になってるしね。そう。だからもうなっちゃえばね、もうドンと構えるんだけど。そう今この状態でね素の状態で、桃子の芸者桃子のことを考えると、ちょっとやっぱりこう考え込んじゃうよね。そうだよね。って考えてからしっかりやんなきゃと思わないとね。そうなんですよ。これは結構そのままフリートークに近いもんね。なんとなくは決めてるけど。はいね。そうなんとなくね、そうあらすじみたいのあるけれどね。この話しよっかみたいな。今日はほぼなんか思い出したみたいな感じで。そんな感じで、そう思いつきで喋ってますけど。でもそういう気楽なところが聞いてても気負わなくていいのかもしれないね。多分そういうことなんじゃないかな。やっぱり視聴者さん的にも、聞いてて面白いなって思うのはこう飾らない会話、だったりするんじゃないかなと。思いました。確かに。
うん、だって俺もデトロイトメタルシティを見に行って、うん、桃子さんのその緊張感みたいのが一気になくなったもんね。あ、距離が縮まった感はあるよね、うん、デトロイトメタルシティによってだいぶ縮まった感はある。なんか分かってくれるんだみたいな、笑っちゃっていいんだみたいなこれでなんかちょっと映画館でこういう風にさっきのみたいなやりたいとか、ちょっと手でも握ってみようかなみたいな雰囲気だったら絶対デトロイトメタルシティやめた方がいいじゃん。そうですね、うん、なんかよかった、同じこう感じでよかったねえなんか後から言われたもんね、面白い人だなって思ったって、あの時思ったね、うん、まさかデトロイトメタルシティでポイントが上がるっていうまさかのパターンがあると全然参考にならないよね、他の人にはね。いやなかなかねいないと思います、多分。だって殺害せよって言ってんだからダメそう僕ワードは、はい、すいません、ピー音を入れた方がいい。ピーってそう、はい、確かにな。でもやっぱ一番ねいいのはこう距離縮まったのはさ、はい、やっぱ一緒に同じ内容で笑ったよねみたいなのが。そうなの。そうだよね、なんか笑いのツボが似ていたりとか、その感動するところが似ているとかっていうのはね、確かにまあ、あの映画感動するとこあったかなって感じだけど、感動するところはちょっと分かんないなちょっと分かんないけど、そうだね。でもあの時デトロイトメタルシティを選ばず、2人とも気を使って、なんとなくデートっぽい映画を見ていたら、もしかしたら結婚していなかった可能性あるね。ちょっとなんか道のりがちょっと変わってなってたかもしれないし、気を使いすぎて離れ離れになってた可能性も、なくはないよね。分かんないけどね。分かんないけどね。結局結婚はしてたかもしれないけど、仲良くなるにはデトロイトメタルシティが良かったと思うよ。なんかちょっと変わったものちょっとどころじゃないよね。そうだね。なんかそれを共有できたのがね、良かったのかな。そうだ、思い出した。ちょっと変わったで言うと、ごめんなさい、急に思い出して話が変わるんですけど、何でしょう。初めての東京デートの時に、どこ行ったか覚えてますか？まだ付き合ってないです。東京？わかんない。何？忘れた？忘れちゃった。目黒寄生虫博物館。それ私が誘ったわ。なんか変なやつだな私。いや変なやつだなと思ったよ。変なやつ。そうだ、行ったわ。私さこれ行きたいんだけどって言われて。私猫汁っていう漫画家さんが好きで、その方が漫画レポを書いてたの。その寄生虫博物館に行ってきたレポみたいな。でそれを見てすんごい面白かったのよ。それも言えないのいっぱいあるよね。言えない。ぜひ皆さん調べて、一度。まだあるのかな。まだ目黒寄生虫博物館まだね、もちろんあると思いますよ。一度なんだろう、見たことない世界を覗いてみるっていう点ではちょっと刺激が強い部分もあるんですけど、面白いなと思うのでぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、デートに誘う内容ではなさそうだなって思うんだけど、いけると思ったのこいつは。許してくれそうだな付き合ってくれそうって思ったの。そうなんだ。変なところにもね。確かに。いや面白いよ女と思って。何その少女漫画の。そう少女漫画の出てくる俺様キャラみたいな。そうそのぐらい思った。あの時少女漫画の俺様キャラこう思ってるんだなと思って、こういう気分なんだなみたいな。だいたいなんか変なやつじゃん、変なやつ設定じゃん漫画の女子が。別に変じゃないんだよ、もうどちらかというとみんなの要望を寄せ集めた女子の普通の女子っていう設定なんだけど、そそっかしくて、
ちょっと泣き虫だったりするんだよね、うんうん、そうでもなんか面白い女設定になるじゃん普通なのに。なんでだろなんでだろうね。みんな特別扱いしてほしいんだな。う。確かにそうかもしれない。私の変なところも好きでいてくれる王子様が都合よく何もしてないけど現れないかなって思ってどうなんだろう。そうなのかな。パン食ってたら道端でぶつかってこないかなみたいな。いきなり単価切ったりするのよね。その、はい、俺様キャラの男子に、あんた何なのよとか言って、ちょっとこうわーって言ったりして、面白い女って思われるパターンが多いんだけど、一回喧嘩してね、キレられて、そうあパン食ってた女とか言われて、そうあ、そういう感じまたちょっと違うけどね、その普通は寄生虫博物館にデート行くのってさ、ある程度付き合ってなんか面白いとこ行ってみようかってなってから行くのかなって。だいぶなんか探り入れてから行くか、しばらく隠してるんじゃないかと思うんだよね。そうだよね、そう多分分かんない。ちょっと皆さんもしなんだろう、パートナーか友達とそういうところちょっと言いづらい場所に行ったっていう人いたら、言いづらい場所ね、秘宝館とかあるじゃん。あるあるある。それはなんかもうカップルで決め打ちで行ったりするじゃん。あるあるある。鉄板ネタとして。ね、はいはいはい、聞いたことあるよ。もっと変だからね。決め打ちとか何もない。もっと変？そっか。秘宝館なんかわかんじゃん。あ、何があるかね。ちょっと大人の雰囲気になりたいし、面白そうだなみたいな。そうだね。寄生虫博物館に関してはちょっとわからない。その後の食事とかちょっと無理かもしれないっていう感じだもんね。確かに確かにね。そっか、面白いこと思い出してくれてありがとうございます。デトロイトメタルシティ2ザ寄生虫博物館はちょっと面白かった。面白かったね。思い出してね、そんなことありました。はいね、結果的にどっちもね、最高のデートだったということで、もし皆さんもねこんな映画を一緒に友達と見たとかパートナーと見たとか、こういうのありましたっていうのあったらぜひコメント欄に書いてみてください。楽しみにしてます。急に逆に冷めましたみたいな。あね、俺らはデトロイトメタルシティ大丈夫だったけど、いや映画でデトロイトメタルシティはないっすよと。でもね、俺たちは良かったけど、逆になんかこういうのでいや冷めましたとか、逆にこれ超良かったですみたいな、あればコメントでぜひ皆さん映画でのストーリーあったら教えてください。我々は参考にしたい。逆にさ、これだったら冷めたかもみたいなのある？特にないかな。そうですか。はい、はい、僕と一緒なら何でもいいということでした。ありがとうございました。ありがとうございました。のろけちゃった。